パンラボの池田です。憧れのリゾート葉山の海を望む。パンも料理もお菓子も雑貨もフードコートのような欲張りベーカリーカフェ、葉山ブレッドクラブ。今回は湘南は三浦半島に位置する葉山です。三浦半島への玄関逗子駅。さすがヨットハーバーのある町、駅前広場にマスト。葉山へはバスで葉山小学校入り口停留所で下車。降りたところにすぐ見える消防署が目印。葉山町役場入り口交差点からこの坂を登ります。小高い丘、それが今回の目的地だ。葉山ブレッドクラブ。なかなかの傾斜だ。すぐ息が切れる虚弱体質。早くパンを補給せねば。ここが入り口だ。入ってみよう。まるでグロッサリーのようだ。食器やお茶が売られている。隣の棚にはクッキー、その下にはドレッシングやサンドイッチに使えるソース、ジャムやコーヒーなど。パン売り場はこっちだ。上は甘い系、ドーナツ、クロワッサン、ベーコンフランス、ベーグル、そしてシナモンロールやマフィン、パウンドケーキ。さらに台下のショーケースにはキャロットケーキ、チーズケーキ、アップルパイ、クリームのりまくりのパイまである。奥には食事パン、バゲットやフロマージュオリーブ、ダブルチーズ&ベーコン、バブカに食パン、カンパーニュ、山ぶどう、フォカッチャにさつまいものデニッシュ。さらに奥にはイートインスペース。窓が広くて明るい。おや、カウンター上に冷蔵ケースがある。この中にもうまそうなものがたんまり入っているぞ。ビールはハートランド、ペリエ、そして横須賀の名店松坂屋のシャルキュトリーだ。その奥にサンド、タルト、チーズケーキ、シュークリーム。ここがお会計。イートインメニューもこんなにあるのか。パン屋なのにライスがある。豚やチキンをオーブンで焼いたサンドイッチ。注文後に作って出来たてを提供してくれるわけだ。コーヒーはエスプレッソもドリップもある。自家製のレモネードや美容ワインも。テラス席もある。相模湾まで望める見晴らしよさ。パンを中心にしたいわば一人フードコート。このスケール、インテリア、まるでアメリカ西海岸だ。シェフの中本若菜さん。伝説的なサワードゥの店若菜パンから数年離れて後、このお店の開店で帰還しました。私タルティーベーカリーが好きで、めちゃくちゃいいですよね。かっこいいじゃないですか。で、彼らのライフスタイルも好きだし、に憧れてそこにいたかったので、西海岸沿いのそのサーフカルチャーとそのベーカリーのサワードゥのカルチャーもすごく広がっていたので、西海岸沿いをいろんなかっこいいカフェとかパン屋さんとかいっぱい見てて、その時私はその飲食とかパンを離れてたので、その中でやっぱりいいお店って素敵だなとか、こういうお店持ちたいなとか、パンやりたいなって改めて思って再開しましたって。私がそのパン屋の中でいろいろ見てきた中でやりたいなと思ったのはやっぱりそのベーカリーカフェスタイルで、そのパンとそれに合う美味しいお野菜とかお肉とかの料理を一緒に店内で食べられるっていう、その場で体験できて、で、もちろんそのパンも持ち帰れるみたいな形がやっぱすごく素敵だなと思ったので。具体的になんかモデルになる店があるとかではないですか？それ内緒。料理とパンの融合。自家製グリルドチキンのサンドイッチ、オーブンで焼いたグリルドチキン、ダッチブレッドか。表面の虎模様カリカリ、中身の風味、歯にまとわるようなみっちり感が生む小麦の風味の濃厚さ。ふにふにほぐしたチキンの食感もシンクロ。ワインビネガーの酸味に彩られつつ着地する栗地のミルキーさにまみれ、ますます心地よくなる。地元で採れた野菜を使った新鮮なサラダ、香辛大根シャキ、自家製のオニオンドレッシングもまろやかだ。コーヒーはバーブコーヒーロースターの北釜ブレンド。バニラのような香りがある。
アロマティックだ。シグニチャーである西海岸流のクロワッサンを使ったクロワッサンハムチーズ。でかいアメリカンサイズだ。垂れ落ちるチーズたまらん。カロリーのことは忘れよう。先端ボリボリ皮バリバリ、バターとチーズとろけるダブルオイリー。ハムは生ハムのように繊細。イタリア産それともスペイン、なんと横須賀松坂屋のハム、ハイクオリティだ。栃木県青柳製粉の農薬化学肥料不使用の夢香り。もっちりで小麦の甘さが輝く。サワードゥだが癖も酸味もなく、小麦の美味しさをニュートラルに引き出している。なぜだ。もともと私サワードゥとは言ってもレーズン酵母から始めたのもでも20年前なんですよ。でやっぱり元種が濃い時ってすごい癖も強いし、私はその元種を1回しか入れてなくて、そこからかけ継ぎのみで、あと発酵させすぎないっていうギリギリの塩梅でやってるので、私の中では食べやすくて、サワードゥのそのもっちりしたしっとりした良さとかそういうのがしっかり出ていて、で、粉の香りの良さとかもやっぱ引き立つので。ドーナツシナモン、これはベーグルのようなドーナツだ。ボリューミー、分厚い、弾力、ムニムニ弾む、チュルル、噛んでも噛んでもチュルル。小麦の白い風味が溶け続け飽きない。油にまみれた麦のオイリーさが愛おしい。ジュル、ブラウンシュガーのとろけと相まっての至福。次々出てくる焼きたてほかほかパンの連発に抗いきれない。パンだけではない、アートも音楽も、さらに雑貨や服のポップアップショップも常時開催。楽しすぎる。この店によらずんば葉山に行くなかれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。